はい、皆さんこんにちは。最初ちょっとどうでもいい話するんですけど、僕2日か3日前ぐらいからある日突然ね、夜の4時半頃からめちゃくちゃ腹が減るようになって、急にある日から突然ね、腹が異常に減るようになって、もう耐えられなくてね、ウーバーしちゃうんですけど、みんなそんなことあります？ある日から突然腹が減るようになる。何言ってんだ俺。今日はメインでこの前やってめちゃくちゃ反響の多かったお話を紹介したいと思います。みんなこれ大好きすぎてコメントの半分ぐらいがこれでしたね。古代人類が誕生してから今まで人類は進化と発展を繰り返してきましたよね。20万年前の人口は約5000人ほどと言われ、7万年前には約50万人、1万2000年から1万年ほど前の地球の総人口はだいたい500から800万人とされ、5500年前には約1000万人にまで増えていきました。そして265年前、世界の人口は約7億2000万人にまで上がり、2020年には約78億人と、これすごいんよ。グラフで見ると徐々にからのドカーンと明らかにね、産業革命あたりから様子が違う。さらにこのままいくと2050年には人口約97億人になるという見通しなんです。これ地球全体にね、人がまんべんなく住んでいたらいいんですけど、そういうことでもなく、僕たちは都市に集中して生きてますよね。人間が増えたからってアマゾンの広大な土地に人間が移住するとかではないんですね。このようなことで1950年代、ある学者が疑問に思いました。人類はこのまま進むとどうなっていくのか。地球という限られた場所で今以上に人口が増えていったら人類はどのように変化していくのか。このように地球環境を守るために19世紀に生まれたのがマルサス主義でした。トーマス・マルサスは人口増加と食料不足による貧困と破滅というシナリオを考え、それを防ぐために人口の抑制を説いたんです。それに対してロバート・ソローは地球環境の危機はイノベーションによって乗り越えられるものだと主張したんです。そんなことを技術が進歩していったら問題はね、解決されると、より便利なものを発明し生活を向上させ、精神的に安定した世界を構築していくのか、人口操作をすることで世界は健全な環境を取り戻すのか。人類の行方のヒントになるかと思い、ある学者がネズミの楽園を作り上げました。ではそのネズミの楽園を作り上げたユニバース25はどのような結果をもたらしたのか、みんなで見ていきましょうか。1947年から1951年、アメリカの民族学者ジョン・ B. カルフーンが納屋内に 9×13 メートルのネズミの楽園を作り、最初の実験が開始されました。そして1952年から2回目の実験を始め、1回目より完璧な状態で実験がスタートすることとなったんです。2回目の実験から 2.5 メートルの正方形のエアコン付きのゲージを用意し、箱の高さは137センチ、93センチまではネズミたちが自力で登れるように設計してありました。ユートピアの中は4区画に分けられ、住居スペースは256、水と食べ物は常に十分に補充され、ネズミを捕食する動物もいません。ネズミにとって完璧なユートピアです。この理想的な環境でネズミはのびのびと何にも妨げられることなく繁殖していったんです。最初はオスとメス4匹ずつの計8匹からスタートしていったんですけど、ネズミの数が一定を超えた頃からネズミたちは奇妙な行動を取り始めました。第1フェーズ0から104日、ネズミたちは約2ヶ月ごとに倍に増え、順調に繁殖していきました。どこの住居スペースにも適度に家族が住み、そしてどのネズミもいわば平等の権力を持っていたんです。お互いの縄張りを尊重し、まさに模範的なネズミたちでした。第2フェーズ104日から315日、ネズミたちは爆発的に繁殖し、その数は620匹。もうすでに住居スペースはギッチギチですよ。ネズミたちはパーソナルスペースを適度に保ち、自分の住居スペースを守るという行動が難しくなってきたんです。そしてしばらくしてネズミたちの中で支配的なオスが目立つようになってきました。支配的なオスは複数のメスを支配下に置くような行動を見せ、ハーレムを形成し始めました。さらに支配的なオスは自分のハーレムの中に数匹のオスも加えていたんです。だけど支配的なオス以外のオスたちはハーレム内のメスに手を出そうとはしなかったんですね。支配的なオスに追いやられ、弱いネズミたちは広場に集まり出しましたが、一部のハーレム以外にいるオスがハーレムのオスにアプローチをすると、支配的なオスは暴力的な行動をするようになりました。稀に攻撃をしない時もあったんですけど、突然原因不明の攻撃をすることもあったんです。一度攻撃を受けたオスは逃げることを諦めたかのように暴力を耐え続けることが多くなっていきました。第3フェーズ315日から560日、支配的なオスのハーレムから追い出されたネズミは、まずオス同士が
が激しい抗争を始めたんです。その中でも弱いオスは逃げることができず、攻撃が止むのをただじっと耐えている状態になっていました。また支配的なオスも若い強いオスが現れたらハーレムを追われ追放されることになります。今までハーレムの中心にいた支配的なオスは追放されてからはただの攻撃的なオスへと変化していきました。追放されたメスたちの中ではオスたちのアプローチを完全に否定するかのようなグループが生まれ、そのメスたちは自分たちに危険が及ばないような箱の高い位置に巣を作り縄張りを確保していきました。そして静かに暮らし始めたんです。加えてオス同士の同性愛行為とも取れる現象も起き始め、オスのアプローチを拒否するメスたちと同様にオスたちだけのグループを作り、そのグループにいるオスはメスにアプローチすることはありませんでした。社会的関与を一切しない、いわば引きこもりの集団のようなグループは争いをしない平和的なグループだったんです。このオスたちも完全に独立した巣を形成し、ほとんどの時間を食べること、睡眠、グルーミングに費やしました。しかしそれ以外の中央の広場にいるネズミたちの間では攻撃的な個体による無差別的な暴力と共食いが始まりました。そこまで来ると弱いオスに支配されている弱いメスはストレスにより流産や不妊といった症状が出始め、出産しても自分たちの子供の面倒を見ることや巣の掃除もしなかったので、通常の状態よりも明らかに乳児の死亡率が上がっていきました。さらに乳児を攻撃するマウスも現れ、乳児の出生率、生存率がかなり下がり始めたんです。ここからネズミたちは正常に子孫を残すことが困難になっていきました。そして第4フェーズ、560日を過ぎた頃からネズミの社会は完全な崩壊へと進んでいき、ついに秩序ある社会とは程遠いものになっていきました。またこの時期からネズミの繁殖率は下がり、死亡数の方が上回ってきたんです。560日から X デー、この間は絶滅期間とされ、この期間に生まれた世代のマウスはその多くが両親によって拒絶され虐待されました。またその世代のメスは子育てスキルがほとんどなく、次の世代の子供も世話することができなかったんです。そして最終的に支配的でないオスたちで形成されたグループに3つの特性が見られるようになったんです。グループ1、ネズミの社会に溶け込めず年齢関係なく無差別に性行為しようとするグループ、執着的に相手を追い回し、もうこれは完璧なストーカーですよね。グループ2、その見た目は健康的で一番まともなネズミに見えるが、周りのネズミを一切無視し根本的な種族の繁栄という本能が機能しなくなったグループ。グループ3、支配的なオスに虐げられたオスで形成されたグループ。この虐げられたオスは多動が多く、かなりの性的な傾向を持っていました。また攻撃的なオスのいるグループ内にいるメスも育児を放棄したので、オスが子孫を食べてしまう傾向にあったんです。このグループ3に関しては完全に社会形成というものが崩壊していたんですね。またグループ内から攻撃的なオスを取り除いたとしても、メスたちは元通りになることはなく、子供の世話ができないぐらいに変わってしまっていったんです。そして最終的に1061日目に最後の生殖本能を持つオスが亡くなったことで、ユートピア内のネズミたちの絶滅が決まりました。このようにネズミのユートピアが崩壊したところで実験は中止されましたが、その後もカルフーンはネズミの種類や数、檻の大きさなど条件を変えて同様の実験を何年にもわたって繰り返しました。それにより多少フェーズの日数や最終的なオスの絶滅に関しての日数の違いはあるものの、結果は全て同じ。どの実験でもユートピア内でネズミが一番多い時の約2000を超えたあたりからそこをピークとして絶滅へと向かっていったんです。どうですか皆さん、なんかちょっと感慨深いものがありますよね。ただこれ人間社会でもね、同じようなことが起こる可能性はあるのか。でも実際実験の内容をよく聞いてみるとね、もうすでに人間の社会で起きてるんじゃねっていうのがいくつかありましたよね。まず第1フェーズの格差社会が生まれる。世界の所得格差で言うと、世界の最富裕層2153人は最貧困層46億人よりも多くの富を持つそうです。単純計算200万倍の格差。また世界の半分は1日約600円以下で生活をしているそうなので、このデータを見るだけで世界の異常さが伺えますよね。会社や学校、最悪家庭の中までにも一つ一つのね、コミュニティにカーストがあり、小学校の頃からカーストというものが出来上がっていて、1軍、2軍、3軍ぐらいまであるじゃないですか。しかも下手したら親の職業によってもカーストが出来上がるらしく、親たちの間でも
もカーストが出来上がるとか、子供たちの間でカーストが生まれるのはね、まあなんとなく想像つきますけど、親たちの間でもカーストが生まれるって子供が本当子供を育てるようなもんですよね。しかも子供たちの間でいじめが起こるよりも、この保護者たちの中でいじめが起こったりもするらしく、なんなら教員の中でもいじめがあったみたいなニュースってあったじゃないですか。まあこれはまさにネズミたちのね、強いものがね、弱いものをいじめる性質と同じですよね。まあ人間社会のみならず、強者が弱者を虐げるのは生物学的にも当たり前っちゃ当たり前か。ただ虐げられた側はさらに弱いものを攻撃し始めましたよね。これもまさに人間社会で見られて、今回のパンデミックで家にいることが増えた人たちの中で確実に DV というものが広がっていったのは事実です。フランスでは自粛で DV の追放が3割も増したそうです。精神的に弱い人って自分よりも立場の弱い人間を攻撃する傾向にあるんですね。また自分のパーソナルスペースがなくなったことで精神的に不安定になり凶暴化するといったネズミたちの行動も現代社会での都市集中型システムがもたらした人間社会と似てますし、過剰な世間からの干渉や SNS なんかは自分から干渉しに行ってるようなもんですよね。ネズミと人間は本能的か倫理的な違いがあるので、精神的にね不安定になったら凶暴的になるよりも、ストレスの多い現代社会の中ではうつ病、不安障害、パニック障害などの心の病にかかってしまう人の方が多くなっているらしいんです。実際今現在日本では約419万人の精神疾患を持つ人たちがいるんですけど、もちろんそれによって攻撃的になる人もいれば、社会との関係を一切持たない引きこもりのようになってしまう人たちもいますよね。日本の引きこもりは100万人超であり、80代の親が50代の子供を養うという80-50問題があります。そして第3フェーズの育児放棄や虐待、もうこれについてはね語るまでもないと思いますけど、負の連鎖ってよっぽどのことがない限り断ち切ることって難しいじゃないですか。全てが同じだとは言わないんですけど、やはりこのネズミの社会がね人間の社会とリンクしている部分があるのは否めないですよね。ここまで来て一番気になるのは、今現在の人類はネズミのユートピアの第何フェーズにいるのかというところですよね。今のところ第3フェーズは確実に迎えてる気もしなくはないんですけど、この先人類の第4フェーズが始まるのか、それとも始まっているのか。ただやはりさっきも言ったように、人間は本能的な部分より倫理的な部分が多いので、このネズミの実験のような結末を迎える前に様々な解決方法を生み出していることも事実なんです。また僕たちの住んでいる場所は確かに限りはありますが、ネズミのユートピア実験のように何にも阻まれない生活というのはなかなか実現しないんですね。それは自然災害や食糧危機による飢餓、また今一番僕たちが身近に感じることのできる疫病、それらの存在が僕たちの人口増加に多少の猶予を与え、その間に僕たちはこれから先の人類や地球の未来について考える時間が与えられているんですね。このネズミのユートピアでは、ネズミたちは人口増加によってパーソナルスペースが極限まで減り、ストレスが限界を迎え、判断能力というものが低下していきました。これにより他者との境界線が曖昧になっていったことで、自分の持つべき役割というものを見失っていったんです。まさにこれがネズミ社会が崩壊するね第一歩目だったんです。人間のパーソナルスペースの影響による研究では、パーソナルスペースが侵略されることによる身体及び心理的な変化は人間にとってかなりのストレスになることが分かっているんです。でもこれ文化や国によって違ってくるみたいで、研究によるとアルゼンチン、ペルー、ブルガリアはパーソナルスペースが最も狭く、ルーマニア、ハンガリー、サウジアラビアの方々はパーソナルスペースを広く取りたいようです。日本がなぜかこのデータだと載っていないんですけど、ちょうど中間ぐらいじゃないでしょうか。ちなみに僕のパーソナルスペースはこのぐらいです。このように自分の役割が分からなくなる、できなくなるような状態に陥ると、ネズミも人間も迷子なマインドになるので、一人一人が役割を達成しなくなると、社会全体の歯車が噛み合わなくなり、社会が崩壊してしまうのかもしれません。まあここから僕が感じることは、やっぱ一人一人の力が必要なんですよね。おそらく誰一人欠けてもダメ。一人一人ね、自分の役割を全うして初めてね、社会というか、まあそういった世界が構築される。なのでね、僕なんて必要ない、私なんて必要ないって言わないで、みんなね、自信持って一人一人がね、自分の強みなどを理解したら、それをね、発揮して社会にね、貢献することができると思うので、みんなはどう思いましたか？こちらのネズミの実験から。確かに人間社会に似ていることがあるのか、あるいはね、全然人間とはね、違うと。あとみんなが気づいたこのネズミの性質に似ているね、人間社会での出来事、何かあったらね、じゃんじゃんコメント欄に書いていってください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。